クリズモ。沼がハマって波が終わらない問題に業を煮やしてがっつり防衛網を再構築した私レ夢ム。無事新防衛網での迎撃も成功、領地も広くなったしさらなる開発を進めていくぞー。まずは確保できた鉱脈に採石場をぎっちり設置しましょ。石を積み重ね空中に採石場を建てることで、ギリッギリの範囲を攻めております。などと最終やらを見直してたらあっという間に波のお時間。今夜は4方向からの進路だな。まあすでに平和配置済みだし特に問題はなーし。箱根関所は射角に入らない場所があるので、前線に火矢と旗を設置してここで対応することにしました。前線勤務に立つ者には危険手当として肝肉をやるぞ。さあ波が来たぞ、攻撃を開始せよ。前回うっかり角を作り忘れた場所に敵が集まっていい感じだったから、今回はあらかじめ角を落としておいたぞ。でも今回は右側にも来ちゃってるな。月指取りでは今回も安定。沼がハマるポイントも強いが、そもそも通れる場所も制限されてるから守りやすいな。ある程度数が来てもここは大丈夫そう。逆に脆いのがこの荒い関所。前回やらかしてしっかり修理したのに、また壊されちまってるな。やる気が出たらどっかのタイミングで改修工事しよっと。おい。そしてすでに戦闘終了してた箱根関所。被害も壁一枚の圧勝である。薄い関所、処理遅れてるぞ。攻撃急げ、撃て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 箱根はバリスタ3台、薄いは1台、この差が影響出てるのかもな。一列削られて段差の四角に入られたか、全員で追い詰めろー。成敗。これにて42の波終了、あったどー。そしてこの世界にアップデートが到来、先行配信版からアップグレード。ここから先はアーリーアクセス版でお送りいたします。要塞までの童貞が開けていない建物があります。あれ？いつの間にか壊れた？こりゃいかんあちらこちら壊れてるぞ。アプデでバグったのかもしれん。まずは被害状況を確認せねば。なんか家が石膏ギルドにめり込んでたり、足場が消えてるところある。警告出てるところをしらみつぶしに直すしかできなさそうだ。仕方ないので建て直したけど下せぬ。弊社とかも建て直したからコストが地味にでかいぜ。建設急げ復興作業を行うのだで兵士も上限を超えて2人増えてて気持ち悪いので、軍事力アップをアンロック。最大兵力が60になった。なんやかんやアップで対応してたらもう夕方、今夜の波は月指取りで一点集中。こりゃえげつない数の沼が来そうだ。各迎撃拠点の守備兵よ、至急集結せよー。射程範囲が微妙でも構わん。詰めて一人でも多くの兵で応戦するのだ。ハリアーアップ、敵はもう目前まで迫っているぞ。拠点間の距離が遠すぎてこりゃ間に合わんな。くそー、万全の体制で迎え撃つことはできなかったか。肝牛どもが来てるぞ。矢の雨を降らせよー。援軍はすぐ来る。それまで持ちこたえるのだ。めっちゃ沼来てるー。波45への一点集中ともなると、数がマジえげつないぜ。バリスタ兵、投げ払え今度はキモタウロスと自爆キモ虫の混成か。自爆のやつも地味に壁壊してくるから厄介だぜ。さらに後続からデカキモ虫が、まだ来るか。思ったよりもデカキモ虫の数が多いが問題ない。奴ら微妙にハマってるぞ。狙い撃ちだー。やたらと硬い白のキモタウロスも追加できてるが一緒にハマってるな。今のうちにやっちまえー。キモ虫は消毒だー。殲滅完了。よし第43の波、乗り切ったどー。さすが我らの精鋭たち、見事な戦いぶりであったぞ。ほぼ全戦力が集結したのでついでに写真撮影しまーす。さて壊されたところの修復。一点集中のヤバい数の波だったけど、大して壊されずに済んだな。月指しそうになりながらも作った甲斐があったよ。だな。そしてこうなると気になってくるのは、不甲斐ない防衛力しかない新薄い関所。ちょびっと壁を作り直しましょ。てなわけで車線を確保するため、ちょっと前側に足場を移動しました。これで少しは効率良くなるかな？今のところ横からも前からも車線は確保できてる模様。右端まで行くと横からの援護が届かなそうだけど、それなりに互いをカバーできそうだ。では車線も確保できたので、3段階強化壁40でカッチカチだー。段差があって修理しにくいのはご愛嬌。バリスター、ファイエル。お見事。ナイスな一撃に思わずにっこり。ご褒美にバリスタ専用の出っ張りも追加建設して、最後に火力を上げる設備を設置して完成。ちょっとの回収のつもりが結構見た目も変わったな。もうすぐ夜が来ます。部隊の配置も完了。今夜の波が楽しみだぜ。で予報は見事新薄い関所、あと荒井と箱根の両関所。
昨日の月指砦を避けた3カ所襲撃だな。新薄い関所の出来栄えも確認できるし、ちょうどいいとこに出たね。さて敵が来る前に最後のチェックってあれ？思ったよりも段差あって車線完璧ではないや。右手前が少し弱そう。あ、石の在庫うっかり溢れさせそうだから積んどこっと。しれっと在庫タワー増えてんじゃねえか。在庫摩天楼が我が町の誇りだー。おい。さあ波が来たぞ。戦闘が早く終わりすぎて最近見れてなかった箱根関所。その戦いぶりをとくと見せよ。序盤からがっつり来てるぜ。敵もいい感じに誘導できてるぞ。そのまま殲滅せよー。こっそり補充した左右のトゲがさりげなくいい仕事してそうだぜ。下の段の危ない位置の遊撃兵も、今のところは大丈夫そう。うっかりミスで崩落させてしまった場合は、上位金として肝肉1年分が支払われます。で回収した薄い関所はご覧の通り、車角の取りにくい右側に偏る結果に、兵を右側に寄せれば対応可能だがなんかいまいち。そしてさらにいまいちの荒い関所。あ、お前また右側の壁修理忘れたんじゃね？取り魔兵を右に移動させて対処するぞ。対応自体は難しくないが、そのうちうっかりでやらかしそうだな。うて肝虫どもの好きにさせるなー。気合はで建設しにくいけど、ここもそのうち手こ入れが必要そうだな。で新しくなった薄い関所の戦闘が終わり、被害はこんな感じ。被害は大きくないが4枚目の壁まで到達されたか、波がさらに強化されたらヤバくなるかも。まだ終わってなかったか、殲滅急げー。左のバリスタ兵なんか射程に敵が入らないからぼーっとしてるぜ。あいさー足遅いから待機だよ。あ、終わった。多少問題点はあったが第44の波、あったどー。突如タワマン建てたい衝動が込み上げてきたー。などと意味不明な供述をし、大事なポイントを使い、家屋敷、家屋の拡張、吸気ダクト、密閉された防壁をアンロック。使ってない資材があるんだ。これを積み上げて私はタワマンを作るんだー。いやこれそういうゲームじゃねえよ。まあお前の好きにしろよ。密閉された防壁は家の酸素使用量を減らす効果がある。これの範囲にうまく屋敷を入れて高性能住宅を目指すぞー。家から屋敷になって住める人数も増えるぜ。見た目も良くしたいから石材パック1と2もアンロックだー。また無駄遣いしやがって。でも縄文だけのパック3はなんとか踏みとどまりました。変なところで貧乏症。思ったよりもタワマン作るの難しい。ここまでポイント使っといて今更やめるとかなしだぞ。ちゃんと立派なの作るよ。設計図に登録してコピペだけで積める構造にしたいけど、意外と螺旋階段が難しい。ビーバーの世界では簡単に作れたけど、ここではうまくいかなかったか。そしてなんとか頑張って内部構造の設計に成功。2階建てで3階に繋がる階段も繋がったか。これであとは積み重ねるだけだな。地味に大変な設計でした。さて緊張の一瞬、タワマン積み上げ工事、ポチッとな。みるみるタワーが立っていく。これは気持ちいい。よし、ってあれ？当施設は耐震基準法の要件を満たしておりません。即時撤去してください。なんと。行政に怒られて泣きながら撤去した。どんまい。多分足場の重量制限に引っかかったから、その辺を踏まえて柱の位置をうまいこと設計し直しましょ。こうやって2階部分に繋がる足場は、柱の間から出すのがいいのか。地味なブレイクスルーにより、螺旋階段の安定した作り方を習得。こうして小1時間かかってタワマンの内部設計が完成した。こんな感じになりそうろー。4つの家の周りにぐるりと一周廊下があり、その横に螺旋階段があるだけのしょぼい見た目。あくまでこれは内部構造であってこの外側に立派な石材で作った壁を作るよ。気が向いた時に。気が向いた時かよ、今作れよ。長時間作業で疲れたからやだ。では念のため動作確認と、しっかり上に登れてる。これなら限界高度まで伸びるタワマンも作れそうで一安心。エレベーターがないタワマン、新規住民大募集してます。大腿筋が鍛えられるおすすめ物件です。そしてタワマン建設に勤しんでいたら波のお時間、今夜の波は昨日と同じ場所。関所自体は変化ないし、結果も似たようなもんかな。ママたちがやってきます。だが安定の早送り案件。しょっぱなからクライマックス状態、やっぱ右側が少し弱いかな？荒い関所はある程度右の壁厚くしてたけど、結局滑り込まれてるみたい。微妙だけどなんとかなるのでよし。そして箱根関所は安定の瞬殺。ここはほんと強いな。単純に兵の数が多いだけかもしれないけど、
おっと水石所、右に兵を多く動員したら今度は左側に敵が寄ってきたか。ほんと肝虫のくせにこういう判断は的確にしてきやがるぜ。まあ残りは少ない、このまま畳み込め殲滅完了。これにて第45の波、勝利であります。やったぜ。ではタワマンの設計に成功したところで、波で破壊された壁を直しつつ今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。更新速度がちょびっと上がります。突如タワマンを建て始めたレイム、そんなポイント無駄遣いして大丈夫か？果たしてレイムは生き残ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。